まずはこうして今回も連合に所属する全ての部族がこの場に集まることができたことを喜びたい。皆遠路ご苦労だった。それらしい前工場も考えていたんだが、状況が状況なだけに本題に入らせてみた。先日魏の長領から国境で5個の部隊を発見したという知らせを受けた。このところ鳴りを潜めていた。ここに来てまた私らの声量を狙っているらしい。魏でも討伐部隊の編成を急いでいるようだが、皆はどうだ。このまま魏に任せていて良いものか。よく言った。私も同じ気持ちだ。今なお皆の気持ちが変わらないことを私は馬頭の後継者として嬉しく思う。この声量は古より5個の侵略を退けてきた最前線たち。そう思うと連合の名を陥れ、その誇りを忘れていない者は声を上げろ。もう一度この負け金馬町に皆の力を貸してほしい。この声量に連合ありと改めてその名を轟かせようぞ。すごかったね、水お姉ちゃんの劇。まだ胸の奥がドキドキしてる。ご主人様はいかがでしたか？清涼連合の東大の主の姿です。ごめんねご主人様、お留守番だなんて。それなんだけど、実は主人さん。
言い方をするなんてな。十分だよ。まだ胸のあたりがドキドキしてるくらい。水姉さんだけじゃなく私たちもその輪に加えてくださるなんて、これは絶対に負けられませんね。最初から負ける気なんてないけど、出発前に気合入ったよ。戻ったらたくさん可愛がってね。おう。それじゃあ行ってくる。これより出発いたします。皆さん準備はよろしいですか？みんなで声量を守るんだ。遅れないようにちゃんとついてきてね。全軍出撃。またこちらですか、主。特に何も。さも主の望む知らせの使いは、おそらく主が一番最初に見つけるのではありませんかな。しかし、もう半月ですか。トウカ様が心配しておられましたぞ。仕事中もどこか上の空でぼんやりしていることが多いと。水たちはそんなに信用できませぬか。ならば昼寝でもして待っていればいいものを。よければ膝でもお貸ししましょうか。ご水にはもってこいの天気ですぞ。やれやれ、主は地平の向こうばかり心配して私の言い訳の理由にはなってくださらぬ。気になるというのであれば、私が様子を見てまいりましょうか。構いませぬ。しかしそこまで心配されるのであれば、少々水やタンポポが妬ましくもありますな。おや？街道からこちらに向かうものが見えます。主、外に向かう良い近道を知っているのですが、ご教授いたしましょうか。ご主人様、今戻ったよ。ただいま、ご主人様。もちろんかすり傷一つないよ。勝敗が決した時点で早馬を出そうかと思ったのですが、私たちが直接戻った方が早いとシアさんや連合のみんなが後を引き受けてくださいまして。いやー、ご主人様にも見せてやりたかったよ、私らの大活躍。お姉様とか特に張り切ってたよね。大将なのに自ら先陣を切っちゃって、あの時はもうどうしようかと思ったよ。ルーちゃんたち慌てて追いかけていったもんね。長引かせたくなかったからさ。実際それで敵の本陣にも大打撃を与えられたわけだし、うまくいっただろ。それはそうだけど、それ
とこれとは話が別だから。まあな、それだけ早くご主人様に会いたかったってことだよね。バカ、そんなんじゃ。ともかくあれだけ痛い目を見せてやればしばらくは5個の連中も動けないと。ってご主人様。そんなに心配しなくても。いいなあ、スイお姉ちゃんだけ。そうたちも頑張ったのに。やったご主人様。ちょっと2人とも。でもみんなが。はい、じゃあ私も。ご主人様。なんか腰に力が入らない。あははじゃないよ。本当に一晩中するとは思わなかった。まあいいけどさ。お姉様、ご主人様、おはよう。あれ、まさかスイお姉ちゃんまた？またってなんだよ。いえ、その歩き方が。あー、いいな。ご主人様、今晩はそうにも腰が立たなくなるくらい激しくて濃厚なのしてほしいな。あー、タンポポも。それはいいから2人とも。そうだった。それじゃあまた今晩ね、ご主人様。さあ。タンポポちゃんたちじゃなくてスイちゃんがいた。アンシャ、リンリン、確保だ。おう、任せるのだ。うわあ、2人ともなんだよ、朝っぱらから。スイさん、ちょっと聞きたいことがあるんですが、とても大事なことです。首里にひなりまで。一体これは何の騒ぎなんだよ。実は主を迎えに行った時に小耳に挟んだことがあってな。皆に話したところ、化けの皆に直接聞いてみようとそうなったのだ。はあ、なんだよそれ。私は何も後ろめたいこともしてないぞ。果たしてそうかな。聞けば何でも清涼の姫が婿を取った。その婿というのが天の御使いだとそう聞いたのだな。清涼の姫といえば馬一族の当主であるスイさんを置いて他にありません。天の御使いもまたご主人様以外に該当する人物はいないでしょう。どういうことか説明してくれるな、スイ。違う、それは地元の連中が勘違いしただけで。っていうかそれ自体はご主人様がちゃんと説明してくれたはずなのに。さて、私は義の武将シャンフーから直接話を聞いたのだがな。シャンフー？ご主人様、シャンフーにもちゃんと事情は説明してあるはずだろ。
しておくにはもったいないと思いまして。説明してくれるよね、スイちゃん。皆に相談もなく勝手に婚姻を結んだとなればこれは問題だぞ。独り占めはダメなのだ。主は皆のものだと皆で何度も話をしたであろうに。だから違うんだって。あれはただの勘違いで。ほう、ならばスイは主を夫とする気はないと。それはというわけだな。ということはやはりだから違うって。ご主人様からも何とか言ってくれよ。主も大概ではありませぬか。スイちゃん、あっちでゆっくりとお話ししようか。待って、話せばわかる、話せばわかるから。お母様、目が笑ってないってば。ご主人